あなたの人生が一番寂しいと感じる瞬間はいつでしょうか。厚生労働省の統計では、一人暮らしの高齢者が年々増え続けています。数字を見るたびに、それが自分の現実だと痛感させられます。夕方の静かな台所で、一人分の味噌汁を温め直す毎日、湯気の中に浮かぶのは、かつての賑やかな家族の幻でした。現在の私は、ただ静かに息をしているだけ。東京の片隅で誰にも気づかれずに消えていくような、そんな頼りない心地がしていました。時計の針の音だけがやけに大きく部屋に響いています。週末になると長男の健二がたまに顔を出します。しかしその時間は温かいものではありませんでした。健二は部屋を見回し、顔を曇らせます。母さん、この荷物、少し片付けたらどうだい？古いものばかりで部屋が狭く見えるよ。息子の妻も後ろで小さくうなずいていました。最近少しお疲れのようですし、施設も一例ですよ。直接的な言葉ではありませんでした。しかし私には重荷だと言われているように聞こえたのです。知らないうちに私が家族の負担になっていたのかもしれません。昭和の思い出が詰まった古いタンスを見つめ、胸が締め付けられます。家族のために全てを捧げてきた。その結果がこれなのでしょうか。アパートの廊下で隣の住人とすれ違いました。会釈をしましたが、相手は目をそらし、通り過ぎていきます。都会の暮らしは壁一つ挟んだ向こうが遠い世界のようです。昔の下町なら醤油の貸し借りさえ日常茶飯事でした。あの頃のぬくもりは今の東京にはどこにも見当たりません。息子の健二からスマートフォンの画面が送られてきました。そこには高級なシニア向けマンションのパンフレットがありました。これからはこういう場所が安心安全だからね。文字の向こうにある息子の本音が透けて見えました。私がこの場所からいなくなることを望んでいるのでしょうか。誰の記憶からも消え去っていくような強い孤立感が私の小さな部屋を満たしていきました。朝の冷たい空気が部屋の中に流れ込んできます。日課となっている新聞を取りに玄関へ向かいました。郵便受けの底に白い封筒が1枚だけ残っています。宛名に書かれた私の名前は力強い文字でした。差出人の欄を見た瞬間に息が止まりそうになります。高橋圭。その名前は私の記憶の奥底にある大切な引き出しでした。40年前の新潟の白い雪景色が脳裏によみがえります。一緒に夢を語り励まし合ったあの頃の親友でした。どうして今になって手紙が届いたのかしら。手の震えが止まりませんでした。封を切る指が冷たくこわばってうまく動きません。便箋を広げると懐かしいインクの香りがかすかに漂いました。純子、元気にしているか。突然の手紙で驚かせただろう。君の住む町の近くに僕の宝物を預けてあるんだ。手紙の文字は少しだけ震えているように見えました。日だまりという名の小さな地域サロンだ。明日そこへ行って宝物を受け取ってほしい。それだけが
簡潔に書かれていました。40年もの間、連絡が途絶えていた理由は何だったのか、そしてなぜ私に宝物を託すのか。謎に包まれた友からのメッセージが私の心を激しく揺さぶります。息子の言う通り、静かに施設へ行くべきなのか、それともこの手紙の意味を確かめに行くべきなのか。私の止まっていた人生の歯車が静かに音を立てて回り出そうとしていました。次の扉の向こうには一体何が待っているのでしょうか。手紙を見つめていると、古いアルバムのページがめくれる音がしました。昭和の終わりの新潟は冬になるといつも激しい雪に包まれました。手がかじかむような厳しい寒さの中で私たちは生きていました。お金はありませんでしたが、心だけはいつも満たされていたのです。同じマフラーに2人の首をうずめて歩いた帰り道、純子は東京に行ってもずっと僕の友達だからな。K の声が今でも耳の奥に残って離れません。あの頃の言葉は積もった雪のように純粋で綺麗でした。都会の忙しさの中でいつの間にかその輝きを見失っていたのかもしれません。現実の部屋に戻ると、冷たいコンクリートの壁が私を囲んでいました。東京に出てきてから何十年という月日が流れてしまいました。優しい夫と出会い、子育てに追われる日々はそれなりに幸せでした。夫が旅立ってからはこの広いアパートが急に寒くなった気がします。お茶を入れても湯気はすぐに消えて冷めてしまいます。昔の下町であれば隣の家から夕食の匂いが漂ってきたものでした。今日のおかずは何か知らね。そんな些細な会話さえ今の暮らしには存在しません。壁の向こうからはかすかなテレビの音だけが聞こえてきます。生きているのにここにいないような不思議な錯覚に陥ります。週末の午後になり、長男の健二が部屋を訪れました。息子は私の顔を見ず、スマートフォンを眺めたまま低くつぶやきます。母さん、最近少し物忘れが増えたんじゃないか。周りの人にも迷惑をかけているかもしれないよ。私は何も言えず、ただエプロンの端を強く握りしめました。息子の妻もまた視線を合わせようとはしませんでした。最近のシニアマンションは本当に手厚いケアがありますから、それは優しさの形を借りた言葉でした。しかし私の耳にはもうここには居場所がないと告げられているようでした。知らないうちに私は大切な家族のお荷物になっていたのです。言い返す言葉も見つからないまま、ただ静かにうなずくしかありません。健二は部屋の隅にある古い段ボール箱を見つけました。そこには昭和の頃の古い写真や小物が入っていました。こういう古いものは知らないうちにゴミになるよ。息子の手によって箱はあっさりと玄関へと運ばれました。それは私にとって人生の証明書のような大切な宝物でした。しかし若い世代にはただの場所を取る不要品に見えるのでしょう。待って、それは声を出そうとしましたが、喉の奥でつかえて言葉になりません。長年家族のために自分を削って生きてきた
時間が否定された気がしました。胸の奥の痛みが静かに広がっていくのを感じていました。冷たい風がアパートの隙間から吹き抜けて体を凍らせます。息子たちが去った後、静まり返った部屋で私は再び手紙を開きました。K の力強い文字が夕闇の中でかすかに浮かび上がっています。近くの地域サロンに僕の宝物を預けてある。このまま静かに息子の言う通りに消えていくべきなのでしょうか。それとも最後に一度だけ古い友人の言葉を信じて歩き出すべきなのか。傷ついた心の底で小さな灯火が灯ったような気がしました。昭和の頃の私たちはどんなに寒くても前を向いて歩いていました。K、あなたは何を私に伝えようとしているの。小さなつぶやきは冷たい部屋の空気に溶けていきました。この手紙の向こうにあるまだ見ぬ場所には何が待っているのでしょうか。私のささやかな運命が静かに変わり始めようとしていました。古い地図を頼りに見知らぬ路地を歩いていきました。アパートを出てからずっと胸の動悸が収まりません。息子たちの言葉が頭のどこかでこだましていました。母さんにはもう新しい場所なんて無理だよ。冷たい現実から逃げ出すようにたどり着いた木造の建物。そこには小さな看板が掲げられていました。地域サロン日だまり。手作りの文字からかすかなぬくもりが伝わってくるようです。しかし中から聞こえる楽しげな笑い声に私は足を止めました。何年も一人で過ごしてきた私には眩しすぎる世界でした。入ってはいけない場所に来てしまったような強いためらいが生まれます。かかとを返そうとしたその瞬間に扉が静かに開きました。あら、いらっしゃい。お待ちしていましたよ。エプロン姿の女性が優しい笑顔で迎えてくれました。管理人のマリコさんは私の困惑した顔を見つめて微笑みます。高橋圭さんのご紹介の佐藤純子さんですね。名前を呼ばれた瞬間、固まっていた肩の力が少しだけ抜けました。案内された部屋には古い木製のテーブルが置かれていました。都会の洗練された家具とは違う昭和の懐かしい手触り。まずはお茶でも飲んで一息ついてくださいね。マリコさんの手から温かい湯気のある湯飲みが差し出されました。お茶を一口含むと香ばしい香りが胸の奥に広がります。知らないうちに体が芯から冷え切っていたのかもしれません。部屋の奥からは同世代の女性たちがこちらを見ていました。また拒絶されるのではと身構える私に一人の女性が近づきます。そのブローチ、とても品があって素敵ですね。それは何年も前に夫から贈られた古いものでした。息子たちからは時代遅れだと言われていた飾り。手作りの温かみがあって私は大好きですよ。その些細な言葉が私の凍りついた心を静かに溶かしていきました。気づけば私は周りの人たちに囲まれて昔の話をしていました。新潟の雪の話、昭和の流行り歌の話、他愛のない思い出たち。誰も私をお荷物だなんて扱いません。一人の人間として言葉を聞いてくれるその時間の尊さ、
私の頬を温かいものが静かに伝わっていきました。温かい時間に浸っていると、サロンの固定電話がけたたましくなりました。マリコさんが電話に出て、少しだけ表情を曇らせました。はい、佐藤純子さんは、確かにこちらに、その言葉を聞いて、私の心臓が激しく波打ちます。電話の主は、長男の検事でした。マリコさんを通じて、息子の低い声が部屋に響くようでした。母がご迷惑をかけていませんか？勝手に出歩くなんて本当に困ったものです。息子にとっては私の行動のすべてが迷惑な一例なのでしょう。せっかく見つけた温かい居場所が壊されていく恐怖。私は小さくなって湯飲みを見つめることしかできませんでした。周りの人たちの視線が急に冷たく変わるような錯覚すら覚えます。やはり私はどこへ行っても歓迎されないのでしょうか。電話を切ったマリコさんは怒るどころか深くため息をつきました。純子さん、息子さんは心配されているのですよ。知らないうちにお互いすれ違っていたのかもね。その言葉には私を責めるような響きはありませんでした。そしてマリコさんは棚の奥から古い木箱を取り出しました。さて、K さんからの宝物のお話でしたね。これを受け取るには条件があるのです。条件という言葉に私の体は再び緊張しました。40年も連絡のなかった古い友人が仕掛けた奇妙な約束の数々。この箱の中に一体何が隠されているのでしょうか。息子の冷たい視線と友人の温かい謎が交錯する夕暮れ時、私は自分の運命の大きな岐路に立っている気がしました。箱の蓋に手をかける私の指先はかすかに震えていました。夕暮れの光の中で私は静かに古い木箱の蓋を上げました。長年の埃の向こうから懐かしい紙の匂いがかすかに立ち上がります。箱の中にあったのは一枚の古い写真と小さなノートでした。写真を見つめた瞬間、私の指先が激しく震え出しました。そこには若き日の私と K の姿が鮮明に映っていたのです。新潟の眩しい雪景色、未来の夢を語り合い、笑っていた私たちの顔。純子さん、実はね、マリコさんの声が静まり返った部屋に低く響きました。私はただ無言で、次の言葉を待つしかありませんでした。胸の奥の鼓動が痛いほどに高鳴っていきます。K さんは半年前、重い病気のために旅立たれました。頭の中が真っ白になり、言葉が出ませんでした。あまりにも突然の冷たい現実に胸が締め付けられます。嘘そんなはずは、かすれた声が喉の奥からやっと漏れました。マリコさんは悲しげに視線を落として静かに続けました。この手紙は K さんが病院のベッドの上で最後に書いたものです。一例ですが、進行の早いご病気だったそうです。40年という歳月はもう二度と埋まらない永遠の別れになりました。生きているうちにもう一度だけ会いたかった声にならない叫びが私の心の中で渦巻いていました。私は震える手で
K のノートのページをめくりました。そこには私の名前が何度も何度も書かれていました。純子は今東京で一人で寂しがっていないだろうか。夫に先立たれ孤独な夜を過ごしていないだろうか。天国へ行く直前まで K は私のことを案じてくれていたのです。現在の私の寂しさを40年会っていなかった友が誰よりも理解していました。スマートフォンの画面しか見ようとしない息子のあの冷たい態度。母さんの荷物はゴミになるからね。息子のあの言葉が不意に脳裏をよぎり、胸が深く痛みます。血のつながった家族さえ気づいてくれなかった私の心の叫びを遠い故郷の友が見守ってくれていたのかもしれません。マリコさんは私の隣に静かに腰掛け語りかけました。K さんはこのサロンを立ち上げるときにこう言っていました。東京にいる古い友人がいつかここへ来たら温かく迎えてほしいと。 K が手紙に書いた本当の宝物の意味が分かりました。それは目に見える高価な品物ではありませんでした。私を再び社会へとつなぎ止めてくれる人のぬくもりそのものでした。知らないうちに私たちは多くの人に支えられているのですね。マリコさんの言葉が私の凍った心を完全に溶かしました。孤独という暗闇の中に一筋の強い光が差し込んだようでした。私はもうお荷物なんかではありません。この場所に必要とされ歓迎されている一人の人間なのです。涙を拭いた私の目に窓の外の美しい夕焼けが映りました。 K の残してくれたこの温かい場所で私は生きていこう、そう心の中で静かに誓った瞬間でした。壊れかけていた私の人生の歯車が力強く噛み合います。しかし私の携帯電話がポケットの中で再び冷たく震えました。画面に表示されたのはやはり長男のケンジの名前でした。息子の冷たい現実はまだ終わってはいません。私はこのぬくもりを守り自分の足で歩み出せるでしょうか。天国の友が見守る中で私の本当の戦いが始まろうとしていました。この夜の向こうにはどのような明日が待っているのでしょうか。震える手でボタンを押し、スマートフォンの画面を耳に当てました。受話器の向こうから長男のケンジの声が低く聞こえてきます。母さん、今まで何度も電話したんだよ。知らないうちに何かあったのかと心配したんだ。その響きには不思議といつもの冷たさはありませんでした。マリコさんが静かに私の背中に手を添え微笑みかけてくれます。サロンの皆さんとお茶をいただいていたのよ。私の口から出た言葉はとても穏やかで自然な響きでした。息子の無関心な態度にずっと傷ついていた私の小さな心。しかし私の声の変化にケンジも何かを感じ取ったようでした。沈黙の向こう側で静かな変化が始まろうとしていました。最近母さんの顔をちゃんと見ていなかったね。少し疲れているように見えたから焦っていたんだ。ケンジの言葉には施設を強要するような鋭さはありませんでした。ただ不器用なりの
心配の形だったのだとようやく気づけました。家族との間にあった音のしない亀裂が少しずつ埋まっていきます。お正月には久しぶりに新潟の家へ行こうか。その提案を聞いた瞬間、胸の奥がじんわりと熱くなっていきました。誰かのせいにするのではなく、ただすれ違っていただけの寂しい時間、友が残してくれたこの温かい場所が家族の心まで変えたのです。ありがとう、ケンジ、楽しみにしているよ。電話を切った私の顔には久しぶりの柔らかな笑みが浮かんでいました。それからの毎日はまるで新しい光が差し込んだようでした。私は毎朝のように地域サロン日だまりの扉を開けています。今では新しく来た方にいらっしゃいと声をかける側になりました。お茶を新しく入れ、古い昭和の歌をみんなで口ずさむ時間。純子さんの入れるお茶は本当に香ばしくておいしいね。周りの人たちの言葉に自分の居場所を確かに実感できました。息子の家にしがみつき、お荷物だと怯えていた過去の私はもういません。誰かの役に立てる一人の人間としての誇りを取り戻したのです。窓の外には穏やかな東京の青空がどこまでも広がっています。夕暮れの静かな机で私は白い便箋を広げました。もう届くことのない天国の親友へ手紙を書くためです。あなたが残してくれた宝物は確かに受け取ったよ。それは温かい人々の笑顔そのものでした。ペンを進める指先はもう冷たく震えてはいません。40年という空白は悲しい別れによって締めくくられました。しかしそのつながりは知らないうちに私を救い出してくれたのです。私はもう都会の部屋で一人きりではありません。書き終えた手紙を大切に木箱の中へしまい込みました。K の写真の中の笑顔が夕闇の中で優しく微笑んでいるように見えました。もしあなたが今孤独や疎外感に苦しんでいるなら、どうかこの物語を思い出してください。誰の記憶からも消え去っていくようなそんな寂しい夜があっても一例ですが、世界は知らないうちにあなたを支えている可能性があります。ほんの少しの勇気であなたの明日も奇跡に変わるかもしれません。今あなたの心にはどのような昔の友の顔が浮かんでいるでしょうか。その大切な思い出をコメント欄で静かに聞かせてくれませんか。大切な方への共有が誰かの心を温めるきっかけになりますように。温かい居場所はいつでもあなたのすぐ旗で待っています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。